今回は私たちの太陽系の中でもかなり変わった惑星天王星についてお話ししていくね。天王星は美しい青い色合いと独特な傾きで知られているけど、その魅力や個性はそれだけではないんだよね。それでは早速天王星の世界へ。天王星は太陽系の第7惑星で1781年にウィリアム・ハーシェルによって発見されたよ。赤道直径は 51,118km。 その大きさは地球の約4倍。木星、土星に次ぎ太陽系3番目の大惑星、氷主体の天体であることから巨大氷惑星、アイスジャイアントとも呼ばれているよ。天王星の美しい青色は大気中のメタンによるもの。メタンは赤い光を吸収し、青い光を反射するから、私たちの目には鮮やかな青色に見えるんだよね。とっても綺麗だよね。傾きと自転。天王星の最も得意な特徴の一つは自転軸の傾き。ほぼ横倒しの状態で自転していて、その傾きは約98度。なぜこれほどまでに傾いているのか、はっきりとした原因は解明されていないけど、数十億年前に軌道から外れた天体と衝突したのではないか、何らかの天体に2回衝突されたのではないかと言われているよ。2回も衝突されるなんてちょっと気の毒な気もするよね。この横倒しのせいで一つの極が長い間太陽に照らされ、もう一本の極は長い間暗闇の中に。もし天王星に住んだとしたら、朝生まれの人が初めて夜を迎えるのは42歳の時で、次の朝を迎えるのは84歳に。なんてすごいタイムスケールなの。極寒の世界へようこそ。だけど不思議なのは、42年間も太陽に照らされている極は暑いのかなと思いきや、なぜか平均温度は横になった赤道付近の方が高いんだって。なぜなのか全く分かっていないんだよね。赤道付近が高いとはいえ、平均表面温度はおよそマイナス205度、最低気温はマイナス214度と、超低温。極寒の世界。天王星が太陽から遠く離れていることと、他の巨大惑星に比べて内部の熱をほとんど保持していないから、表面温度が非常に低くなって寒い惑星になったんだよ。世界へようこそ。そんな極寒の世界に降り立って深呼吸をすると、腐った卵の匂いがすることが判明したんだって。ちなみに表面に降り立てないし空気もないけどね。これは天王星の大気には硫化水素が含まれているから。このことから天王星は太陽系で最も臭い惑星と言われるように、実際には天王星の環境で私たちが生きていくことはできないから、あくまで想像の話ね。ずっと腐った卵の匂いがする世界、なかなか大変だよね。衛星とは、天王星には27個の衛星が見つかっていて、その中でも特に有名なのはティタニア、オーベロ、ブンブリエル、アリエル、ミランダなど。これらの衛星はそれぞれ独自の特徴を持っていて、特にミランダはその表面に多様な地形が見られることで知られているよ。また天王星には輪も存在しているよ。輪といえば人気惑星になるアイデンティティだよね。天王星の輪は非常に薄く暗いけど、いくつかの明るい帯が確認されていて、これらの輪は微小な氷や岩の粒子から成り立っているの。土星の存在感ある輪も素敵だけど、ちょっと控えめなこの輪もいいよね。400年に一度の奇跡。2022年11月8日、日本のほぼ全域で皆既月食が見られたんだけど、この皆既月食中に月が天王星を隠す天王星食が起こったの。皆既月食中に惑星食が見られるのは、安土桃山時代にあたる1580年以来、442年ぶりなんだって。この時は土星食だったんだけど、日本で皆既月食と天王星食が重なるのは、過去5000年間で一度もなかったんだって。赤銅色に染まった皆既中の月が、青い天王星を隠す幻想的な現象だったよ。一生に一度どころか何世代にも一度の天体ショーだったんだね。みんなは見ることができた？ぜひコメントで教えてね。探査と研究。天王星は1986年に NASA の探査機ボイジャー2号によって初めて詳細に観測されたの。この探査機は天王星の大気、衛星、輪について貴重なデータを収集したけど、その後の探査は行われていないんだよね。そこで惑星科学者たちは NASA に対して天王星へのミッションを今後10年間の最優先事項とすること、
できれば2031年にも天王星探査機を打ち上げることを提案したよ。ウラヌスオービタープローブミッションは周回機が数年がかりで天王星とその衛星たちを観測しながら小型の探査機を放出して天王星の大気も調べるもの。2004年から2017年まで土星系を探査して大きな成功を収めた NASA のカッシーニミッションと同様の計画になっているから実現してほしいよね。まとめ、今回は天王星についてお話ししてきたけどどうだったかな。青い色合いや独特な傾き、匂い、そして多くの衛星や輪を持つ天王星は私たちの太陽系の中でもかなり興味深い惑星だよね。今後の研究や探査によってさらに多くのことが明らかになることを考えるとワクワクするよね。最後まで見てくれてありがとう。もしこの動画が気に入ったら高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。皆さんの応援が私の動画作成のモチベーションになっています。また来てね。